こんにちは、中西智子です。今ね、動画撮るのにいつもこうシワとかが消える、光の調整をしなくてもこの一番自然光が一番いいっていうので、光のあるうちにと思って、今日晴れた、撮ろうって感じで撮ってるんですけれども、今日はね、3人目を作ったきっかけを教えてくださいとコメントでいただいたので、そのお話をしたいと思います。3人産みたい、結婚した時に思ってたんですよ。じゃあなんでそれを思ったのかって考えると、暗い話になっちゃうんですけれども、私が22歳の時ですね、兄が24歳だったんですけれども、本当に健康な兄だったんですが、突然亡くなったんですよ。本当に目の前で倒れて、これから大人として兄弟でっていうのがすごい楽しみにしてたんですね。兄を亡くすってそんな早い時期に兄がいなくなるって想像もしなかったので、やっぱかなりショックでですね、兄弟ってずっと2人じゃないんだと思って、もう1人いたらなみたいな思って、予備じゃないですけれども3人いれば、もし誰かなんかなってももう少し心強くいけたかなっていうか、兄弟ってすごくありがたかったので3人は産みたいなと。2年3年の間は私の生活は子育てだけっていう感じで、もう本当に自分でやりたいプライベートの時間とかあんまりなくって、手芸とかっていうかなんか物を作るの好きだったので、合間時間にそういうことはやってたんですけど、人との交流みたいなのとか社会との交流みたいなのがもう本当に急にバッて閉ざされたような感じで大変だったなと思いますね。上の子は3歳の時ですねにアメリカに行くことになって、それはすごく望んでたことだったので、もう嬉しくて、もう子供も、ある程度プリスクールぐらいもうすぐ行こうと思ってたんですけれども、外との関わりがどんどんできて、外に出ようとしてたんですよ。アメリカ人の友達も欲しいし、お買い物もすごい面白いし、夫の会社のそういうパーティーとかも出る機会があったので、そういうちょっと社会に出る機会ができてきて、なんかすごい楽しく、なんかワクワクの日が始まったんですよね。でやっぱり 2,3 年すると余裕が出てくるというか、やっぱり3人欲しいなと思って、それで、29歳の時に妊娠したんですけれどもね。それでまた子育てだけになるっていうよりも、もっとこう周りの人との関わりが増えたなっていう感じでしたね。なんかそういう面でね、やっぱり私アメリカやっぱり大好きなんですけれども、アメリカっていうと本当広いんであれなんですけども、シカゴのノースブルックっていうところに住んでたんですけれども、すごい良かったですね。人も良かったですしね、環境もすごく良くて、次をどうしようかなと迷ってますっていう人に何かお話がないかなと思って。お金もかかりますよね、教育とかいろんなのにお金かかるから、予算的にちょっと無理かなっていう人が結構いるかなと思うんですね。一人だけでも大変なのに、もう時間的にも無理ですっていう人も多いかなと思うんですね。もう年齢的にもうしんどいかなっていうのもあるかもしれないですけどもね。まず、出産とか体力的なことなんですけれども、25歳と30歳でもやはり産後の体力はちょっと落ちたかなと思いましたけれども、あんまり変わらなかったっていうのが、多分アメリカの時はね、なんか多分子宮収縮剤みたいなの飲んでたと思うんですけれども、産後の出血とかも少なかったし、子宮がこう戻る痛さみたいなのもなかったし、本当に産んで次の日に普通に生活してましたもん。体はやっぱり馴染んできたのかなっていうのはありますね。出産はもう簡単ですよ。2人目がやっぱり年子なので、もう1時間ぐらいでドーンって産んで、あんまりしんどかった覚えも、痛かったですけど、そんな覚えもなくって、で3番目はアメリカで車乗ってる間にもう生まれそうになった、着いたら一瞬で生まれた、続けて産んでいったっていうのもあるかもしれないですけど、出産は楽になっていきますね、産むたんびにね。そういうちょっといいところですよね。自分の気持ちとかをコントロールできる子になってほしいなと思ってたんです。兄弟がいるっていうのは、次男からは生まれ落ちた時から競争相手がいてて、いつも全てのものが自分のものじゃなくって、自分の位置というものがあるっていうのを学ぶので、外に出た時に自分をコントロールする力が、自然に家の中で育ったかなって思いますね。一人でも大変なのに、
もう2人とか3人もう考えれませんとかっていう人もよく聞くんですけれども、もうそれは違いますよ。今振り返ってもう1人が一番大変だった。1人目のその1歳ぐらいまでが本当に大変でしたね。私がもうお腹大きくなってもまだ歩くか歩かないかだったので、上の子の世話をして初めてのことにこうしてる間にもう妊娠が進んでいって、もうほぼ自分が妊婦っていうのを忘れてたんじゃないかっていうぐらいあっという間にもう出産日になって、で時間ですよね。時間を取られ、私にとってのこの起きてる時間っていうのは限られてて、その中で1人に集中してたのを2人にこっちゃ分散してるだけで、時間が倍かかるわけでもないんですよね。で忙しさが倍じゃなくって、どんどんこうね、やっぱり容量良くなるんですね。だから2人目って言ったら1人目にかけてたこのエネルギーに比べたら半分も使ってなくって、ほぼ同じ、1人も2人も一緒よっていうのは、そうかもしれない。もしかしたらこの年齢の離れ方によってお昼寝がこっちはまだ2回なのにこっち1回とかって言ってずれてくるかもしれないですけど、私にとっては気持ちが楽になったっていうのが大きくて、なんか上の時ってやっぱりいろいろ勝手に悩むんですよね。なんかこういう性格になったのは私のこの神経質が映ったとか、私がこうするからかなとかっていろいろ考えてたんですけれども、2人目に会ったら私のせいじゃないっていうのがあって、本当にそう思いましたよ。だから本当子供の性格で迷ってる方はねには本当言いたいです。いろんなこと言ってますけど、子供の性格で特になんかこんなとこは困るな、私に出るのかしらとかってこう思った時にですね、考えてください。違います。いろんなね、私たちのこう遺伝的なもので夫と私のいろんなものは受け継いでるとは思いますけれども、性格的な部分でもね。でもどう出てくるかはもう決まってるんです、生まれた時に。だからなんかこう悪いところっていうか、自分があんまり納得いかないところは、嫌だなと思うところは自分のせいみたいにしちゃいますけれども、違うんですね。もう本当に2種類の全然違うのが生まれた時に私は気持ちが明るくなったのを覚えてます。私のせいじゃないって感じでしたね。で3番目ね、できた大変かっていうのは、初めに言ったように時間は私の中で決まってるので、3番目なんてもう 1ヶ月で一晩っていうかおっぱい1回抜かせたので6時間ぐらいは寝てたんですよ。そういうのもラッキーですよ。ラッキーなんだけれども、私がこうどういうふうにしたら乳児がしっかり寝るかとか、どういうふうにしたらこう快適に安全に過ごせるかとか、自分が手かけないで子供だけで寝るとか、そういうのがどんどん分かってくるんですよ。そうすると本当に上の子で悩んでたことがほとんどうまくいけたんですよね。だからすごい楽になってきて、そういう面でも子育ての不安みたいなのもほとんどその乳児の不安みたいなのもなかったので、常に私の頭の中では上が成長していくたんびに新しいことで考えるっていうエネルギーを使ってる感じでしたね。そうすると2番目3番目はもう楽。お金は倍お洋服買ってるわけでもないですし、あとお金がかかるって何？ご飯？そんな大した量じゃないですよね。それはもう高校生ぐらいになったらすごかったですよ。もう私はなんか食堂のおばさんかというぐらい作ってましたけれども、でもちょうど食べ盛りの時にアメリカだったので、それはラッキーでしたね。小さい時は全然大変じゃなかったですね。食費がねきついとかっていうのはなかったです。そんな贅沢なものも食べさせてませんしね。基本ご飯と味噌汁というお家だったので、また何なりと意見あったら言っていただけたら嬉しいです。アドバイスとかもよろしくお願いします。